ズドラベイテ優勢です。2024年9月22日世界周遊233日目です。ということで今どこにいるかというと、ブルガリア共和国の首都ソフィアに来ているよ。ということで今回はソフィア編、レッツゴー。世界周遊25カ国目、ブルガリアに入国。現在地は首都ソフィアのソフィア国際空港です。ブルガリアの通貨はレフ。1レフは 82.22 円です。ありがたいことにブルガリアでは楽天モバイルの海外ローミングが使えます。速さも 110Mbps なので問題なし。深夜便でアルメニアから到着しました。現在の時刻は午前3時30分。まだ市内に行くメトロも走ってないので、一旦空港泊をしたいと思います。9月中旬のソフィアの夜は結構寒いです。現在気温は8度。しっかりとジャケットを着ないと結構寒いですね。この空港、椅子がめっちゃ少ないですね。これじゃ寝られなさそうだな。現在時刻午前8時30分。起きました。結構寒いですね。じゃあこれからとりあえず街の中心の方へ行きたいと思います。空港から中心地まではメトロがあるのでメトロを使います。ソフィアのメトロはクレジットカードのビザタッチが使えるのでとても便利です。このメトロ結構古そうですね。そして誰もいないしドア開いてないけど大丈夫かなこれ。反対側に電車が来ました。こっちしか今動いてないみたいですね。じゃあこれに乗ります。車内はこんな感じ。椅子は結構固めですね。本当にね、ブルガリア寒すぎる。外はね、日本の冬みたいな感じです。ただ車内はありがたいことに暖房効いててすごくあったかい。はい、ということで中心地に到着です。予約したホテルが荷物預かってくれるってことなんで、一旦ホテルに行きたいと思います。それにしてもめっちゃ寒い。ということで今回泊まるホテル、グリーンキューブカプセルホステルに到着しました。ホテルの紹介は一旦後にして荷物を預けて街散策したいと思います。現在時刻は午前10時。これからソフィアの街を散策したいと思います。ここソフィアは結構長い歴史を持っている街なのでとてもワクワクしています。今回の動画は教会とかそういう歴史的な場所がメインになるかなと思います。ちなみにブルガリアの主宗教はキリスト教、東方教会系のブルガリア正教会です。まずやってきたのは聖ゲオルギ教会です。この教会を囲っている建物は高級ホテルや政府関係機関なんだって。この教会が建設されたのは4世紀。ソフィアでは最も古い教会です。四角い建物の基礎に円柱の建物、その上に円錐型の屋根が乗っています。教会の目の前には約1700年前の遺跡があります。こちらが教会の正面です。残念ながら今日はドアが閉まっていて中には入れませんでした。さっきの聖ゲオルギ教会の近くにあるこの教会はネデリア教会です。オスマン帝国時代はモスクとして利用され、その後教会になりました。この近くにオスマン帝国時代のモスクがあるので、これから歩いていきたいと思います。モスクに行く途中の道、ここにはセルディカ遺跡があります。約1700年前、ビザンツ帝国時代のソフィアはセルディカと呼ばれていました。この遺跡がある場所はメトロの駅前なんだけど、実はメトロの工事をしている時に偶然発見したとのことです。
今日何かイベントがあるんですかね。中世ブルガリアっぽい感じの服装を着た人たちが歩いてます。ちなみにセルディカ遺跡の目の前には聖ペトカ教会があります。この教会はオスマン帝国時代16世紀に建設されたブルガリア正教会の聖堂です。ということで、こちらがバーニャ・バジ・ジャーミー、またの名をソフィア中央モスクです。オスマン帝国時代1566年に建設された歴史あるモスクです。中を見学できるので中に入りたいと思います。ここはウドゥをするスペース。やっぱりトルコ系のモスクはすごく中が美しいですね。モスクの目の前にあるこのかっこいい建物はもともと公衆温泉浴場だった場所です。現在は博物館として利用されています。今でも温泉は湧き出ていて、このように現地の人たちの飲み水になっています。あ、結構暑いですねこれ。少しだけ硫黄の香りがする。こうやってずっと触っていると手がスベスベしてきました。ペットボトルに入れて化粧水代わりとかにしたらいいかもね。ちなみに現地の人たちは結構大きなボトル持ってきて、それで水を汲んでます。この辺りはソフィアの中心地、政府機関の建物がたくさん並んでいます。なんか懐かしいブラスバンドの音がするのでちょっと行ってみたいと思います。私も吹奏楽部だったのでこういうの大好きです。彼らはこの楽団とは関係ない人たちです。どんどん人が増えていく。何のイベントなんだろう。今演奏をやっていたこの建物は王宮です。ちなみに Google 先生曰くブルガリアの独立は681年の3月3日なので独立イベントではないですね。ブルガリアは昔共産主義国家だったので、てっきり旧ソ連圏のようなシンプルな建物が多いかと思ったら意外とヨーロッパらしくてびっくりしました。ここは奇跡者聖ニコライ聖堂です。ブルガリア正教会ではなく1914年に建設されたロシア正教会です。教会内は残念ながら撮影禁止だったんだけど壁画がとても美しかったです。ちなみに現在時刻は12時11分、気温は18度で結構過ごしやすくなってきました。この白くて大きな建物は旧ブルガリア国会議事堂です。その前の道路はこんな感じで石畳になっていてとても雰囲気がいいですね。12時半を過ぎて小腹が空いてきたのでカフェを探したいと思います。ということでやってきたのはバルカコーヒーステートメントです。
店内の雰囲気はこんな感じです。とてもおしゃれ。今回注文したのはこちら。まずフラットホワイト 6.4 レフなので524円、チェダーチキンパニーニ 7.6 レフなので623円です。さっきのカフェもとても良かったです。合計14レフなので日本円で1000円ちょっと、1100円ぐらいかな。まあそんなもんでしょう。それじゃあまたソフィアの街を散策したいと思います。アレクサンドル・ネフスキー大聖堂にやってきました。ブルガリア正教の中心地です。この大聖堂の建設が計画されたのは1882年。その後、ロシア・トルコ戦争で戦死したロシア兵を称えるために1904年に建設が始まって1912年にこの大聖堂は完成しました。どうして戦死したロシア兵を称えたかというと、ロシア・トルコ戦争でブルガリアがオスマン帝国から解放されたからです。教会の名前もロシア皇帝アレクサンドル2世にちなんで名付けられました。それでは早速中を見学したいと思います。大聖堂内の写真動画撮影なんですが、ネットでは10レフ払えば撮影できるっていう情報があったんだけど、実際そのような表示はありませんでした。その代わりになんかインフォメーションブースみたいなところが3カ所ぐらいあって、それぞれのカウンターの人に撮影していいか聞いたら、こっちの人は OK、 こっちの人はダメみたいな感じで、結構あやふやな感じでした。ただ中にいる観光客みんな撮っていたので、今回は私も撮影しました。アレクサンドル・ネフスキー大聖堂の隣、ここは聖ソフィア教会です。5世紀に建設されたこの聖ソフィア教会はブルガリアの中でも歴史ある教会です。この教会の名前から首都ソフィアの名前が付けられたとされていて、ソフィアのシンボルです。建築様式はビザンツ様式とロマネスク様式が混合しています。それでは教会内を見学したいと思います。入り口で撮影代の10レフを支払いました。日本円で820円です。はい、ということで聖ソフィア教会を見学してきました。実はこの教会の地下にも遺跡があるらしいんですが、残念ながら今日は閉まってました。そして私が見学始めたら突然何かのセレモニーみたいなのが始まっちゃって、出るに出られず椅子にずっと座ってました。このすぐ近くに素敵な劇場があるということで、これから歩いて行ってみたいと思います。この辺りも石畳ですごく素敵な街並みですね。建物が可愛いな、本当に。この辺りの建物も全部政府関係の建物なんだけど、全然警備がいないんですよね。そんなに治安がいいのかいな。はい、ということで到着。ここはイヴァン・バゾフ国立劇場です。ウィーンの建築家によって1906年に建設されたそうです。装飾がとっても美しい。別にこの劇場の中を見学しなくても建物見るだけでもいいですね、これ。そして劇場の目の前はこんな感じで公園になってます。今日は日曜日なので人が多いですね。ソフィア郊外に世界遺産に登録されている有名な教会があるので、これからそこに行きたいと思います。
中心地からその教会まではメトロとバスを乗り継いで行けます。メトロはセルディカトゥメトロステーションです。まずはそこまで行きたいと思います。ここはただの地下道なんだけど、ここにもこんな感じで遺跡があります。すごいね。遺跡が生活の一部になってますね。はい、ということでセルディカトゥメトロステーションです。またビザタッチで入ります。なんか下りのエスカレーター止まってます。こっからヴィトシャという駅まで行きます。なんかすごくかっこいい駅ですね。10分ぐらいでヴィトシャに到着しました。ここで64番のバスに乗り換えます。ここ大きなショッピングモールがあるんだね。このバスで約30分です。はい、ということでボヤナチャーチという名前のバス停に到着しました。ここから歩いて5分ぐらいです。ということでここが教会の入り口です。すごく自然豊かですね。気持ちがいい。こちらが世界遺産ボヤナ教会です。11世紀から13世紀にかけて建設されました。残念ながら教会内は撮影禁止なんだけど、この中には有名なフラスコ画があります。フラスコ画というのはフラスコ、つまり漆喰を壁に塗ってそれが乾く前に描いた絵のことです。なので失敗が許されない、すごく難しい絵ですね。やっぱりこの辺街中よりも空気がいいですね。この近くにボヤナレイクという湖があるらしいので、行けたら行ってみたいと思います。多分この道ですね。空気がすごくひんやりしてる。現在時刻は午後4時30分。だいたい1キロぐらいのトレッキングなので、道間違えなければ大丈夫でしょう。はい、かなり空気がいいです。道はこんな感じ。舗装はされてないけど車が通れそうな感じの道ですね。早速綺麗な小川。だんだん道が険しくなってきました。現在時刻は午後4時53分。出発から23分でボヤナレイクに到着しました。こんな感じです。湖沿いが遊歩道になっているので、ちょっとここを歩こうかな。ここにはいろんな生物がいるよっていう看板があります。はい、ボヤナレイク。水はあんまり綺麗ではないです。でも今日は雲一つない快晴なので美しい。赤い何かの木の実があります。食べられるのかな。さすがに今日は試しません。それでは暗くなる前に下山します。はい、ということで時刻は午後5時15分。ボヤナ教会のところまで戻ってきました。下りは15分ぐらいでしたね。じゃあこれからまたバスとメトロ乗って中心地に戻りたいと思います。はい、ここがバス停です。同じバス停の名前なんだけど、上り線と下り線で乗り場がちょっと違うので危うく乗りはぐるところでござんした。はい、ということでソフィア中心地に戻ってきました。これからホテルチェックインしに行きたいと思います。ということで改めてグリーンキューブカプセルホステルに到着です。ということでチェックインしました。ドミトリーの部屋はこんな感じ。ブッキングドットコムで予約して1人3泊 97.2 レフ、日本円で7900円です。カーテンもついていてかなりプライベートが守られています。 Wi-Fi スピードはこんな感じ。310Mbps、 めちゃくちゃ速いです。ちょっとびっくり。ベッドライトの色が緑色。
午後6時50分チェックインをしたので、これからディナーを取りに行きたいと思います。ちなみにもうすぐ日が沈みます。めっちゃ綺麗だよ。今日のディナーはこのレストラン、読み方合ってるか分かりませんが、メハナマミンコルヤ、ここでいただこうと思います。店内はこんな感じでとてもおしゃれです。テラス席に案内してもらいました。メニューはこんな感じ。写真はないですが英語もちゃんと書いてあります。猫がご飯をおねだりしてますが、私もまだ何も来てません。今回注文した料理はこちら、ムサカ15レフなので1230円。こちらはアイラン 3.5 レフなので287円です。それではいただきます。ムサカはブルガリア風のグラタンです。こんな感じで中には牛ひき肉とポテトがたくさん入っています。ホワイトソースの代わりにブルガリアヨーグルトを使うのでさっぱりでとても美味しいです。アイランは酸味の強いヨーグルトみたいなドリンクです。店員さんにムサカと合うからおすすめだよって言われて頼みました。ブルガリアといったらヨーグルト、1つ 14.9 レフ1220円と高かったんだけど、せっかくだから注文しました。素焼きの壺に入ったおしゃれなヨーグルト。ブルガリアで食べるヨーグルト、確かに美味しい気がする。ちなみにここのヨーグルトはちょっと凍っていてとても美味しいです。今日のディナーもとっても美味しかったです。夜のソフィア、めっちゃ綺麗だね。今回の動画ではブルガリアの首都ソフィアの街を散策しました。ソフィア、思ったよりもいい街です。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。